まだみんな来てないようだな。さすがに30分前は早すぎたか。ならば会議の用意をしながら待つとしよう。今日はスーパーディシジョンミーティング。今後の俺たちの方針を議論する日だ。もちろん議長は座長であるこの俺。立派な議長として皆の意見をしっかりまとめていかなければな。だが一つ問題がある。俺は議長なので当然意見を取りまとめなければならない立場だ。しかしあれをやりたい気持ちが抑えきれん。しかし議長が率先して意見を言うというのもいかがなものだろうか。それでは役割を理解していないようにも見える。しかしやはりあれがしたい。あれって何？エビみたいに飛んでった。さすがの跳躍力だね。お前たちいたのか。ならさっさと声をかければよかっただろうが。ねえ、みんなでバーってやったら楽しいかなって思って。それで司のやりたいあれって何なの？議長が最初に意見を言うのはあまり良くないのではとも思っていたが、聞かれたならば仕方がない。スーパーディシジョンミーティングの一歩目として俺の意見を話させてもらう。聞かせて。俺はこれまでの修行の集大成として自主公演をやりたいと思っている。自主公演？ああ、フリーランスの劇団としてそろそろ自主公演に挑戦してもいいのではないかと思ってな。確かに。っていうかルイも前選択肢に入れてたよね、自主公演。そうだね。そして僕も同じ提案をしようと思っていたよ。ルイくんも？ああ、この前の大原監督の現場で少しずつ力をつけられているように感じてね。それで今の全力を試す場が欲しいと思ったんだ。今の全力を試すか。それなら私もやってみたいな。森の宮とかでいっぱい勉強したことちゃんとできるのかチャレンジしてみたい。そうだね、私も一緒かも。もともと私は改めて演技理論とかをみんなで学びたいって思ってたけど、やっぱり実践に勝るものはないっていうしね。まさか一つ目の意見で決まってしまうとは。会議が始まったと思ったら終わってしまったね。もしかしたら日本一シュパパって終わった会議かもね。まあ自主公演やるならやるで、またいろいろ考えなきゃいけないことはあるけどね。自分たちがやりたいお芝居をやりながらちゃんと収益も考えなきゃいけないんだし。そうだな、そこはやはり難しいだろう。劇場も自分たちで借りる必要があるし、金銭面についてしっかり考えなければならない。でも私いっぱい勉強したから頑張るよ。頼もしいな。それにね、公演をやるなら全部自分たちでやる以外にも方法があって。ああ、それなんだけれど一つ嬉しい知らせがあるんだ。もともと今日の会議で話そうと思っていたんだけれど、実は今まさにとある劇場から共催の依頼が来ていてね。共催って
るお金とか責任とかはわけわけして一緒にショーを作ることを言うんだよね。今回もそういう形で打診があったんだ。完全な自主公演ではなくなるし、費用面などは相談が必要だけれど、ショーの内容については僕たちが自由に決められる。とてもありがたい条件なんだ。でもなんで急に劇場から声をかけられるなんて、結構有名で規模も大きい劇団じゃないと難しいっていうか。それなんだけど、なんと榊さんが力添えをしてくれたんだ。榊さんが？ああ、劇場側が共催相手の劇団を探していた時に、ワンダーランズショータイムならばいい公演をするだろうと話してくれたらしくてね。それで一緒にやりたいと思ってくれたらしい。そうだったんだ。にしてもあの榊さんが推薦してくれるなんて。僕も驚いたよ。そこまで気にかけてもらえていたなんてね。もしかしたら前の公演気に入ってもらえたのかな。かもしれんな。しかし劇場を抑えるのは難航するやもしれんと思っていただけにありがたい。渡りに船とはこのことだ。この提案ありがたく受けようではないか。しかしこれから忙しくなるぞ。芝居の練習だけでなく集客や宣伝のために劇場と打ち合わせもしなくてはいけないしな。せっかくならいつもはやらないような演出もやりたいしね。音響もこだわりたいな。今回もたくさん歌いたいしやることいっぱいだね。それではワンダーランズショータイム初の共催公演に向けて準備開始だ。チケットのことは劇場の人と一緒にやった企画会議で大体決まってるから、次はどう宣伝するか考えよう。ポスターやチラシが作っていくとして、あとできそうな宣伝って言えば、公演の宣伝のためのショーをやるとか、どうかしら。あら、楽しそう。でも宣伝のためのショーの宣伝が必要にならないかしら。ショーの宣伝のためのショーの宣伝のショーってぐるぐるってなっちゃいそう。それにお客さんもどのショーを見ればいいのかわかんなくなっちゃいそうだね。確かにそうね。お客さんのことを考えてアイディアを出すのって難しいな。お客さんのこと。じゃあこういうのはどうかな。まずは脚本は3本目でいこう。なるほど。どれも魅力的だと思ったけれど、決め手は何だい？はじめは子供から大人まで幅広い層に楽しんでもらうためにも分かりやすいストーリーがいいかと思ったんだけれど、劇場側から客層的に一歩踏み込んだものをやってもらいたいと言われていることを考えると3本目がいいと思ったんだ。ただやはり生死にまつわる話は観客にとって大きなストレスになることが多いから、ここをどう調整していくかだね。ルイ君ならきっと大丈夫だよ。困ったら相談に乗るからいつでも話してほしいな。どうだったかな。すごいよねねちゃん。ミク、胸がキューキューキューってなっちゃった。
人ともそんなに拭ったら目が赤くなっちゃうよ。はい、ハンカチ。でも次も悲しい歌だけど大丈夫？聞かせて聞かせて。田中のティッシュも用意しないと。皆順調なようで何よりだ。そうだね。すっごく面白い公演になりそうだな。しかし最後の最後はやはり俺たち自身の演技にかかってくる。最高のクオリティにできるように俺が練習プランを組んできた。1分1秒も無駄にせずに行くぞ。というわけでお前たち練習の時間だ。司くん、メラメラってしてるね。ああ、今回の公演も楽しみだね。台本はカバンに入れて。明日の準備もバッチリだな。しかし怒涛の1ヶ月だったな。搬入とリハも無事に終わっていよいよ明日が初日か。メッセージ。バクノさんからだ。お招きありがとう。僕は2日目夜の公演に行きそうですか。見てもらえるのが楽しみだ。木島さんからもメッセージが。そういえばネネたちにも清流院や白子町から初日に来ると連絡が来たらしいな。ありがたいな。公演の成功を願って足まで運んでもらえるというのは。しかしやはり朝日さんからのメッセージはないな。今回の招待だけではない。以前送ったメッセージにも未だ返事は。朝日さんはどうしてしまったのだろうか。と初日を前に他のことを考えていてはいけないな。今は目の前の公演に集中しろ、天馬司。すべてのお客さんを最高の笑顔にするために。